イヤホーみんな息してる息しかしてない時丸です。今日はシンプルに生活するために行う5つのことというテーマで話していきたいと思います。で、過去にこういう話何度かしてるんですけど、私自身の最近のアップデートを含めて、いろんなね、tips があるんですけど、その中から厳選して5つ紹介していきたいと思います。最近ちょっと生活が散らかっているなっていう方がもしいましたら参考になれば幸いです。早速1つ目は、バックパックに収まる分量で暮らすということです。これちょっと最初からエクストリームなんですけど、僕ここにあるバックパック、35リットルのバッグですね。これ一つで暮らしています。で、厳密に言うと、家にですね、家電とか家具がちょっとあるので、それらはもちろん持ち運べないものもあります。で、それ以外の自分自身の身の回りの生活用品だったりとか、あとはこういうふうに制作とか発信に使っている機材ですね。そういうものを全て含めてここに収まるようになっています。で、山用のギア、ハイキングギアもあるんですけど、で、ハイキングが好きでよく山の中に入るんですけど、で、最近結構大きなアップデートがあって、スリーピングシステムですね。テントとスリーピングパッドを手放しています。はい。で、それを手放したことによって、ますます余裕ができてね、かなりね、軽量化、そして物を減らすことになりました。で、なぜそのスリーピングシステムを手放したかってことを話すとちょっと長くなりすぎるんで、簡潔に言えば、1年の中で実際にそのスリーピングギアを使って行う自分の参考というのが、そんなに回数がないってことです。3回以下ぐらいしか使用してなかったので、それで手放す決意をしました。2年ぐらいね、使っていて、その前も結局、テントを手放したりとか買ったりしてたんですけど、で、また結局そういうフェーズが来て、減らすフェーズが来ていて、結局このバックパック一つだけでですね、ちょっと今年は行こうかなと思って、ますます身軽になっています。で、その分増やした機材とかもあるので、結局分量的には、トータル58個かな。58個ぐらいになってて、そんなに変わっていないんですけど、ただ全体のボリュームと重さに関しては、それを減らしたことでかなり軽量化になっています。めちゃくちゃ軽いです。今結構機材出しちゃってるんですけど。で、そういうふうにバックパックに収まる量というふうに自分で決めてしまえば、生活はかなりシンプルになります。これバックパックじゃなくて、スーツケースとか、自分の好きな容器とか、そういうものでもいいと思うんですけど、そういうものだけで暮らすっていう制限を設けてしまえば、それ以上不要なものを買うという行為がまずなくなります。そして部屋の中もこういうふうにスッキリするので、もう気分的にも気持ち的にも本当にそのストレスが減りますね。で、何もないことによってその部屋の可変性みたいなものを自分は高めていて、で、何もないからこそここでヨガの練習ができたりとか、踊ったりとか、時には YouTube 撮ったりとか、文章執筆をするスタジオになったりとか、撮影するスタジオになったりとか、そのようないろんなことに使うことができると。で、しかも物がないから集中して、それに行うことができると。で、そういう効果もあります。で、さらに探し物ですね。やっぱり人は探し物をかなりしていて、一日の中でものすごく、数を探していると。で、それを1年間、そして一生にしてみると、ものすごい探し物に時間を使っているっていう研究結果があるんですけど、このバックパック一つで暮らしていると、もう必要なものは全てここに入っているってことになるので、その迷いがありません。もう何か取り出したいものがあるときに、そこをね、見ればそこにあるので、物をなくすリスクも減らせるし、そして探し物にも全く時間がかからないということになります。だから本当にそういう意味でね、ものすごくシンプルになりますね。で、ポイントとしては、このバッグの中に入れる、インナーバッグみたいなものを、数を絞っておくっていうことが大事です。で、それを僕は心がけています。つまりインナーをモジュール化するというか、そういうイメージなんですけど、例えばこういう感じでね、身の回りの生活用品のものと、電子機器類みたいな感じで、中で分けています。で、もう一つちょっと衛生系のね、歯ブラシとか入ってるような袋があるんですけど、だから大体3つに絞ってますね。で、3つにすることによって、そのお風呂周り、そして日用品、そしてガジェットっていうそのもう3つの袋だけに分けることができるので、探し物も楽になるし、その必要な時に必要なものを取り出すということが簡単にできるようになります。で、容器の数を減らすと、やっぱり思考もシンプルになるんですよね。そのもう3つしかないっていうことが分かっていれば、もう本当にもうそこにストレートに行けるので、出すアクションとかも早くなるし、何かその取り出すものを一日の中でも、そして旅の中でもですね、本当に簡素化できるので、ストレスがなくなります。はい。そういうわけで、バックパック一つに収まる量ということを心がけています。で、2つ目はちょっと制作の話になるんですけど、これですね。
はい、MacBook 1台完結システムって感じです。はい、これが自分のシンプルな生活に役立つものになっています。で、これどういうことかというと、これ1台でもう全てを完結できるような作業環境を構築するということです。で、例えば、USB のハブをこの外付けで付けたりとか、外のストレージですね、SSD とかね、そういうHHD とかハードディスクを他に持つとか、そういうことをやめました。で、以前はやっぱり僕はその写真がメインだったので、SD カードとかですね、その外付けのディスクとかね、で、あとはハブとかね、そういうものをたくさん使用していました。で、去年動画にも上げてるんですけど、この MacBook を新調したんですよ。で、新しくしたことによって、このポートがまず増えたんですね。で、あえてそのポートが多いモデルを選びました。で、そうすることによって、まずハブを減らすことができて、で、さらにそのストレージの容量を追加で入れてですね、もう昔はなんかそのカスタムとかあんましなかったんですけど、それをもうまとめてビルドインにして、中の容量を2テラにしています。なので、外付けのディスクをなしで、これ1台で作業するようにできるようになっていると。で、そうすることによって、まず持ち運ぶものとか道具の点数を減らすことができます。もうこれだけで作業を完結できるとなれば、もうこれ1台を持ってどこでも仕事ができると。しかもフルスペックで仕事ができるというふうな環境になるので、仕事の場所をですね、家だけに縛られることがなくなります。だからカフェもそうだし、旅先とか、あとは地下鉄のベンチとか、もういろんなとこでですね、もう本気で仕事ができるようなモードに入れると。こうなったことによって、本当に自分の生活はますます身軽になって、シンプルになりました。で、あとはその制作の面でもですね、やっぱり接続する機器が多いと、それぞれをなくしたりとか、あとはそれがないと作業ができないとか、あとはその道具によるトラブルみたいなものが増えてきます。で、実際僕もその SSD とか使っていた頃は、やっぱりつなぎ方の接触によって、途中でね、データが反映されなくて中で見えなくなるとか消えるとか、なんかそういうことがよく起こりますよね。なんか動画編集とかされてる方よくわかると思うんですけど、外のディスクがさ、なんかちょっとずれただけでさ、ちょっと消えちゃったりとかして、中から参照できないみたいな状態になるじゃないですか。ああいうトラブルも全くなくなるので、その制作とか作業のストレスも圧倒的に激減します。だから意外とね、シンプルなことなんですけど、やっぱどうしてもその拡張性とかね、外につけてしまうってことをやりがちなんですけど、もうこれ1台で、ラップトップ1台で完結するというね、ことを決めて、それに向かって自分が好きなね、自分が使っているマシンでそういう環境を構築することができれば、本当にその作業とか生活とかシンプルになります。やっぱりこれで物作ったりとか、あとは消費する人も多いと思うんですよね。これでYouTube 見たりとか映画見たりとか、そういう人も多いと思うんですけど、その消費する時もですね、やっぱり楽になるので、本当にね、ストレスがなくなります。で、生活がシンプルになる一つの鍵になると思っています。3つ目は、食器類を減らすです。はい。食器類を減らす。生活の基本といえば、衣食住みたいなことになるんですけど、その中の食分野ですね。この食の中で僕が工夫していることは食器を減らすということ。ただそれだけです。でもその食べ物とか栄養素とか食べるバリエーションは減らしません。で、道具だけをまず減らすってこと。で、僕が使っている道具はですね、もうちょっと今回ここに全部持ってくると、これだけです。はい。今見えてるものが全てです。で、これ何があるかというと、まずファイヤーキングのマグカップですね。で、これを使ってる理由はちょっと過去にいろいろ話してるので、こだわりのアイテムでもあるので、ちょっとそこ見てみてください。で、あとは、400FD というね、このチタンカップです。チタンカップとその蓋ですね。これ蓋付きになってます。で、それから、ルーのデザートフォークというこのちっちゃなスポークみたいなもの、先が割れててスプーンとフォークの役割を兼ねてもちっちゃなシルバニアファミリーのみたいな、ちょっとおもちゃみたいなスプーンですね。これを持ってる。で、スプーンとそしてお箸。どこから拾ってきたかわからないこの謎のお箸を、これもう長く使ってますね。6、7年使ってるんじゃないかな。これを1膳だけ、1セットだけ持っています。なのでもうこのね、1、2、3で4点。で、僕が使ってるのはこれだけです。で、鍋とかフライパンとか他にないのってよく言われるんですけど、それもありません。で、つまり、
この 400FD というチタンカップだけで食事を作っています。これだけで自分の必要な食事を賄っています。で、お湯を沸かすのもこれだし、お味噌汁とかそういうものを作るのもこれだし、湯豆腐を作るのもこれです。すべてこれでやります。で、炊飯器はね、何度か紹介している無印良品の炊飯器を持っているので、それはまあ当然ここに持ち運べないので、家のね、ホーム用品として、家電として別にしてるんですけど、もうフライパンとかその鍋類はもう一切ないです。これだけでやってます。で、これで食事をすることによって結構その全的な技術が磨かれるのと、そのアウトドアの技術が同時に磨かれるってことがあります。これもともとキャンプ用品なんですよ。で、キャンプ用品なので、外で使うものを自分は中でずっと使っているんですけどね。で、どんどんこのサイズをちっちゃくしてって結局これに落ち着いたんですけど、ちょうどこれで一人分のスープとか味噌汁とか煮込み物とかそういうものを作ることができると。で、ちょうど一人分なのでこれで作った後そのままここで食べることができます。なのでそのキッチン用品を減らすことによってまず洗い物の手間が全くなくなるっていうこと。もう洗うものが最大でこれしかないので、だから洗い物に本当に時間がかからないと。で、洗い物に時間がかからないとどうなるかというと、毎回の自炊が楽になります。で、自炊が楽になるっていうことはそれが続くっていうことで、つまり自炊をするっていうことはお金を使わない節約にもなります。お金も貯まります。そして使う道具の数が制限されると食べ過ぎないということも起きます。なので、健康になれると。自分が必要十分、腹八分に留めておくっていうね、そのちょっとヨガ的な、禅的な生活習慣を取り入れることができて、自然と健康になっていきます。で、塩分控えめで、もう基本的に野菜とか、野菜中心で、たまにお魚みたいな感じの食事を家ではしてるんですけど、体の調子がものすごく整います。で、そういうふうに食生活がやっぱりシンプルになるので、勝手に体の調子は良くなって、で、自分のやりたいことに集中できるようになると。で、本当にその洗い物もないので、シンプルになると。食事も行動も同時にシンプルになるっていうね、もう本当にこれがね、一番ね、すごいことだと思います。で、やっぱり食事っていうのはその使う道具によっていろいろ手の込んだものができると思っていて、で、僕自身もその電子レンジとかオーブンレンジみたいなのを持ってた頃もあるんですけど、それ今考えてみれば、やっぱりそれがあることによって食パン、小麦を取りすぎたりとか、あとはちょっとオーブンで手の込んだね、なんかパイとかを焼いたりして、油とか砂糖とかそういうものを取ることになります。だからそれがないとね、これで作れるものだけに限定して行うことになるので、シンプルな野菜を煮たりとかお味噌汁とかスープとかそういうものになるんですよ。だから結局塩分は気をつける必要はあるんですけど、砂糖とか油とかね、そういうものの使用量が減るっていうのと、そもそも量が少ないから量も減るっていうことになるので、体に負担がかかりません。はい。だから本当にこれはちょっと面白い感じで馬鹿げていて、ちょっとこれ一つじゃ無理だろって思うかもしれないんですけど、その工夫することも結構楽しかったりするんですよね。これキャンプやってる方とかアウトドアやってる方ならもうこれ一つだけで食事ができる楽しみみたいなものは多分ご存知の方多いと思うんですけど、だから僕もその感覚でやっぱり自然の中で食事することと家の中で食事することをマージさせながら、毎回実験的にそして楽しみながらなんかアウトドアの技術を向上させている、そんな感じです。はい、4つ目はカード類と口座類を絞るっていうこと。数を絞るっていうことです。はい。これがシンプルに暮らすための鍵になりますね。で、やっぱり目に見えないもの。で、クレジットカードとか、そのいろんなキャッシュカードとかっていうのは物理的に見えるので、やっぱりたくさんそれがあると、それだけ行動も増えるんですよね。やっぱそこにログインするための行動だったりとか、口座を維持したり管理したりするための行動だったりとか、なんかそのお金の行き来だったりとか、いろんなものが複雑になります。でも例えば銀行口座を一つとか、で、クレジットカードを一つみたいに絞ることができると、そこに全てを集約することができるので、お金の流れ、キャッシュフローが簡単に見えるようになります。で、そうなるとですね、本当に節約とか投資が加速するんですよ。で、僕はちょっと事業をやってるので、どうしてもその事業用のカードみたいなものが、必要だったりするんですけど、ただ、プライベート的にはですね、もう基本的にカード1枚、クレカ1枚、そしてマイナンバーカード1枚、僕が持ってるカードはもう2枚です。だから今。2枚で暮らしています。なぜこの2枚でできるかというと、例えば最近ほら、クレジットカードとキャッシュカードが一
一体化してるカードみたいなものあるじゃないですか。そういうものを使ってますね、一つは。で、マイナンバーの中に、もうこの間、免許証と保険証を全て入れてしまいました。だから免許証も手放すことができたので、全てね、保険証の中に入れることができたんですよ。で、今だからこのスマートフォンのね、この裏側についてる、いわゆるマグセーフのウォレットに2枚のカードを入れてます。もうこれだけです。だから財布も、一応ジップウォレットは現金用にね、まだ使っているんですけど、カード類はね、本当にもう2枚になっちゃって、で、ものすごくね、楽になりましたね。で、結構免許証をマイナンバーカードに入れるのは、ちょっと事情があっていろいろ苦戦したんですけど、でもそれでも半日ぐらいかけてね、警察署でやってきたんですけどね、やってよかったなと思います。本当にシンプルになりました。で、他にその口座類といえば、銀行の他に例えば証券口座とか、いろいろあると思いますね。なんか信用金庫とか、そういうものを使っている方もいるかもしれませんが、なんかそういうふうにいろんなアカウントを開設して持っているって方、で、あるいはこういろいろ転々としている方は、例えば地方の銀行の口座をまだ持ってたりとか、使ってたりとか、そういう方もいると思います。で、そういうものを全てやっぱ生産していく。で、なかなかこれって大変なんですよ。で、僕も過去にいろいろね、いろんな仕事の事情で、銀行口座を作って、いろんな支店の口座とかカードを持ってたんですけど、それをね、ある時期に、コロナ禍の最中だったかな、もう全て手放しました。でも、ものすごくその契約にやっぱり直接支店に行って手続きをしなければならないとか、もうものすごくね、口座の解約だけで時間がかかるんですよ。特にそのネットバンクじゃないようなレガシー系のバンクっていうのは、店頭に行かないと手続きできないみたいなところがまだ多かったりするんで、だいぶデジタル化が進んできましたけど、で、使い勝手も良くなってきてますけど、どうしても行かなければならないみたいなのが多いです。で、そうなると結局管理の手間がかかると。で、最近は口座維持手数料とか、口座を持ってるだけで今度お金がかかってくるっていうふうに今後なっていくので、自分が使っていない口座をきれいに整理して本当に一本化すると全てが見える化できて、で、お金の流れもシンプルになって貯金とか投資が本当に進むようになります。だからこれはなかなか手間がかかることなんですけど、一回ね、重い腰を上げてやってしまえば、その後一生楽になることですので、ちょっと時間がある時に試してみてはいかがでしょうか。物理的、そしてバーチャル的なカードとか口座も全部手放していく。そうするともう思考もシンプルになって、お金の流れもシンプルになる。そういう効果があります。はい、最後は、ヨガですね。はい。アシュタンガヨガです。これも何度も話してます。で、僕はもうアシュタンガヨガを実践していて、もう毎日、で、今日もちょっと朝練習したんですけど、やっぱりヨガをやるっていうことは、それ自体が物を手放す実践である。シンプルに暮らすことの実践であるってことです。パタンジャリのヨガスートラ、つまり古典、経典の中にアパリグラハっていう考え方があるんですけど、物を持たない、シンプルに暮らすっていうことだったりとか、あとはシャウチャっていう考え方があったり、これはもう身の回りを清潔に保ちましょうと。綺麗な空間で練習をしましょうと。だからそういうのがもう根本的に植え付けられています。だからヨガの実践そのものが物を手放していくことでもあるし、同時に物だけではなくて執着とか雑念とか、そういうものを手放していく行為でもあります。だから考え方も本当にシンプルになるんですよね。古代哲学でもよく言われていることなんですけど、自分がコントロールできないことはもうコントロールしようとしないと。そうする方がストレスは減ると。エピクロスとかセネカとかそういう人たちもみんなそういうことを言っています。そういう教えもヨガの中に含まれています。やっぱり自分がコントロールできないことをやろうとしてもしょうがなくて、それよりもやっぱり自分の実践に集中することによってハッピーになると。で、そのハッピーな気持ちを周りに伝発していく。幸せな気持ちを周りの人たちにも伝えていくことによって周りもハッピーになる。空気も良くなる。そういう感じですね。で、それからヨガというのは本当にその道具がいらないアクティビティであって、で、この僕がね、この後ろにあるヨガマットですね。本当にこれだけです、必要なものは。で、それともう体があればいいので、で、ショートパンツとかね、やるときは履くんですけど、もうそれだけで、やれると。だから道具も必要ない。で、ゴルフみたいに誰かに迎えに来てもらってコースに行くとかそういうのも必要ありません。もちろんヨガスタジオで練習するというのも実践が深まる方法なんですけど、家でやりたい人は家でできると。だからその雪が降ったような寒い日なんかもちょっと外に出たくないなみたいな時もですね、家の中で簡単にリフレッシュできるので、本当にいい趣味というか、実践だと思いますね。で、そのようにヨガマットしか必要がないので、まずその空間がシンプルになる。道具がいらないってことなので、ヨガマットだけ部屋にあればいいので、もうシンプルに始めることができるし、シンプルに続けることができる。ランニングも結構ね、似たようなものなんですけどね。まずまずのランニングシューズと、まずまずの道路さえあれば、大体それで完結しちゃうんで。だからそんなに道具が必要のない趣味というか、スポーツというか、
凝らなくていいようなスポーツをやると、シンプルな方法でストレスを解消することができたりとか、健康レベルを上げることができます。で、もう一つ最後に、そのヨガの実践というのは、さっきも食事の話をしましたけど、食事の実践にもつながってくることなんですよね。で、ヨガの実践の中でよく言われることは、胃袋の中の半分の量だけ食べて、残りの4分の1は水で満たして、残りの4分の1は空気で満たしなさいっていうそういう教えがあります。だからもう腹8分でさえ重くて、それよりも少ない量で、食べると。少なく食べるみたいなことがよく言われることなんですけど、量はやっぱり人のその運動量とか生活量とかアクティビティによって変わるので置いておいて、でもとにかくやっぱりシンプルなものを選ぶようになりますね。つまりローフード的なものだったりとか、そんなに油とか砂糖とかをあまり使っていないような料理だったりとか、で食べる量もなるべく満腹にならないようなミニマルな量を心がけてって感じで、なんかその量と、そして選ぶ食材とか食事の内容みたいなものもシンプルになるので、僕自身の食事もね、過去に何度か紹介してますけど、朝はキム・カーダシアンセットを食べて、お昼はミニマル丼ってのを食べて、夜は全ディナーっていうね、基本的にもう玄米味噌汁納豆を主軸とした粗食です。そういうものを食べています。だからそれが結局ヨガの実践を深めることになるし、持続可能的にですね、長く練習を続けるような秘訣みたいなところはあるので、やっぱりもう長く練習をねしてる人たちっていうのは結構食事がシンプルな方がやっぱり多いです。周りの先輩とか周りの友人たち見てみてもね。だからまとめると、結果的にヨガをやることでその少ない道具でできて、かつそのストレスとか執着を手放すことができて、思考もシンプルになって、そして食べ物もシンプルになって健康になれるっていう、そういうメソッドとしてですね、5つ目にヨガを挙げさせてもらいました。はい。ということで今日はシンプルに暮らすために行う5つのことを紹介してきました。よろしければ皆さんが何かやっているシンプルにするための実践があればコメント欄で教えてください。私の具体的な実践方法も週に1回ニュースレターでお送りしてますので、概要欄より登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。